焼夷弾、それは爆発ではなく火で町を焼き払うための爆弾である。内部には大量の油が詰められており、落ちた瞬間、炎となって周囲を包み込む。木造の家が立ち並ぶ日本の町は、ひとたび火が回れば逃げ場を失う、その弱点を突くために作られた兵器であった。大型の E46 収束焼夷弾は空中で弾け、中に収められた38発の M69 焼夷弾をばらまく。それは雨のように降り注ぎ、時に人の体を直撃した。あまりの数に避けることすらできず、命を奪われた人も多かったのである。不発弾ってなんで不発弾がいっぱい出てきとったんですよ。それなんでかって言ったらね、ちょうど佐賀の、空襲っていうのは8月5日。8月5日っていう時期はね、あの頃ね、田の草取りして、田んぼのも草を取るや、そのシーズンだった。というのは、草取りのするためには水を張っとかない。水を張っとったとで、もうほとんどが不発弾ですよ。ボソって。そして挙句に今、この絵にね、これを書いてるんですけども、ここが堀なんですよ。堀でね、この堀を見かけてきとった。養魚場の堀を毎年年に1回は掘り干して地区で。で、もう一晩中かかるもんだから、焚き火して夜は過ごしてる。その焚き火の燃料に焼夷弾の不発弾の油を燃料として焚き火やって、私はもうそれ実際見ましたけどね。そういうところ結構高く成築で、私の知り合いの方が「うちら兵もツアーにやりよったぞ」っていう、もう新管を外してその焚き火の燃料にしよったっていう、そのくらいぐらいあれ大きさは、このくらいぐらいかな。そうあんまり大きいはないですよね、焼夷弾って言ったら。私たちももしまともにやったら、もう遅くなくなっとった火の海になって、幸いにして田んぼのところに避難したものだから助かったとですよ。今になってね、九死に一生を得たんだで、あの当時は別にそうね思わなかった。今になって初めてわかる。それがね、実際に今高木製竹で2軒燃えてますからね、焼夷弾に。このくらいぐらいの田んぼの水が張ってあったね。だからそこで助かった。だからもう不発弾がいっぱいあるもんだから、焚き火の燃料にしょっちゅう使っている。そういう、もう私の家には持ってなかったけど、焼夷弾の殻を結構持ってましたよ。家に結構、うちもあるって言って。だからもううちらへんのそういうふうにしてもう不発弾で助かったと。だからね、ここの弊社につい私子供心にアメちゃんのあれのな下手くそなんでここに落とさんで俺ここに落とすってなってんちゅって、もうここは全然もうそういう被害な。だから先人が言うにはこのね水面の光を見かけて落としたんだろうっていうことだ。この当時もう本当に嫌でした。毎日毎日空襲警報のサイレンが鳴るでしょう。そのためにこの電気を昔は傘のついた電気を
これに10日感染になれば黒い布を右からかぶせて、それで下だけ明かりが見える。そこで我々うずくまって過ごしちゃった。で、会場になるとそれを外す。それを毎日毎日それをやっとったもんだから、もう嫌で子供心にもう嫌なっつっていう気持ち。だから、終戦になってもう一番ほっとしたのは私たち子供です。っていう空襲警報のサイレンになると、今の火事のサイレン昔ようになってたんですけど、もうあれと同じで、っていうふうにもう、だからもう子供心にもう嫌だっつってもう思ってましたね。嫌ですね。そういうサイレンので、あの時のサイレンと同じだっていう。もう最近はあんまり火事でもあんまりサイレンになることはないですけども、昔はよくね、探しないで火事に行くとサイレンがようなってない。もうあれと同じだった。もうね、それもいわゆる玉音放送よね。私の家には中庭という庭があって、そこにお座敷があって、そこのお座敷に母と、それからお産に来て、出産に来てたおば、それから療養で私のところにおじたち夫婦が来て、で、私は何が何だかわからんもんだから、中庭の庭に立ってその放送を聞いてた。その放送の内容なんか全然わかるもんですから。ね、6歳そこそこのもんで意味がどういう。で、後から母がそのおじに、今の天皇陛下の放送に何の放送やったとって、聞いたら、いやもうこれで戦争の終わったという放送やったっておじが言ったらしいんですよね。あの頃の電波なかなかドラマでも言いますけども聞こえにくいそういうふうな状況で、しかしおじがそういうふうにもうこれで戦争の終わったで今いう放送で天皇陛下の放送やったっつっておじが言ったっつって私はもう黙ってその庭で聞け放送を聞きなさいっていう指令があったもんだから私ももうわけのわからないように黙ってそれ放送になったということだけはやっぱり記憶に。それで後でその話を母から聞くとそういうふうに天皇陛下の教訓を放送やったって。これ後からよそれは。それで一番やっぱり私たちが一番ほっとしたことですよ。もう戦争の終わったということでもう本当あれはだから今ウクライナの人たちがね毎日毎日そういうふうな警戒警報のサイレンが鳴るようです。もうどんな気持ちだろうかで私たち本当自分の身につまされるそういうな状況。母がこうして遺骨を取りに行くから名前が書いた紙切れが1枚中に取っただけ。だから我々のね心の中にはまだ戦争が時は流れても